今日はホンダの 250cc スクーターフォルタに試乗しています。昨年末2022年の末に発表されたマイナーチェンジによって一部外観の変更、そして排ガス規制への対応などが行われたということで、良い機会ですのでここでじっくり乗ってみようということになりました。まずこれからいつもの峠道を走ってこのモデルの基本的な乗り味を確認し、帰りの高速道路ではライディングポジション、高速巡航性能、装備品、そして最後にこのモデルの良かった点、ちょっと気になった点などまとめをコメントしていきたいと思います。ですのでこの試乗レビューも前編の峠道、そして後編の高速道路と2本の動画になると思います。それら2本の動画を通して見ていただくことによってこのモデルの特徴はおおむね理解してもらえると思うので、ぜひ見ていただければと思います。それでは今回試乗したホンダフォルツァの外観、スペック、装備などをざっと確認していきましょう。全長は 2145mm、全幅は 750mm、全高は 1360mm、ホイールベースは 1510mm、最低地上高は 145mm、シート高は 780mm、車両重量は 186kg、タイヤサイズはフロントが 120/7015 インチ、リアが 140/7014 インチとなっています。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ OHC 単気筒、ボアストロークは 67mm×70.7mm、総排気量は 249cc、圧縮比は 10.2 で最高出力は23馬力7750回転、最大トルクは24ニュートンメーター6250回転となっています。バランサーシャフトを内蔵し、乗用域での上質な走りとパワフルかつトルクフル、最新の排ガス規制にも対応した ESP プラスエンジンを搭載しています。サイレンサーの外観はご覧の通りとなっています。フレーム形式はアンダーボーンですが、ダブルクレードルフレームに近い構造を採用しています。フロントは整列タイプのテレスコピックフロントフォーク、リアサスペンションはユニットスイング式で全長が長くプリロード調節が可能なツインショックと組み合わされています。フロントは日清製片押しタイプ2ポットキャリパーを持つセミフローティングタイプのシングルディスクブレーキ、リアも同じく日清製の片押しタイプ1ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。また前後 ABS は標準装備です。運転席からの眺めはご覧の通りとなっています。計器類は豪華な二眼式メーターと大型の液晶パネルの組み合わせ、表示項目や機能も充実しています。そのメーターや電動可動式スクリーンの操作をするため、スイッチボックスは多機能なタイプを採用しています。スマートキーシステムを採用し、主電源のオンオフやラゲッジスペース、給油口の解錠などが鍵を取り出すことなく可能となっています。燃料タンクの容量は11リットルです。その他オンオフ可能なホンダセレクタブルトルクコントロールも標準装備です。左右のブレーキレバーは角度調節のアジャスターダイヤルがないシンプルなものを採用しています。ステップフロアの形状はご覧の通りです。ウィンドスクリーンは電動可動式で、その高さを左手側スイッチの操作により無段階で調節することができるようになっています。180mm もの可動域を持ちながらスピーディーに操作できるというのも大きな特徴と言えるでしょう。運転席左側には USB タイプの電源コネクターを持つグローブボックスを装備。サイドミラーは可動式ですが、その操作をしても調節した鏡面の角度が維持されるようになっています。シートは大型でライダーズシートとタンデムシートを隔てる段差が明確につけられています。
その下にあるラゲッジスペースの容量は約48リットル、フルフェイスヘルメット2個を収納可能です。また 10kg までの荷物の積載を許容しています。車載工具を収納するスペースもゆったりしています。大型の金属製グラブバーは標準装備、スマートキーシステムと連動したトップケースも装着可能です。車体は大柄ですが、センタースタンドは楽にかけることができます。格納式タンデムステップの外観はご覧の通り、新しいデザインを採用した灯火機類はすべて LED となっています。それではいつもの峠道を走ってみます。今速度は30キロ超えるか超えないかといったあたり、エンジンの回転数は4000回転弱。この状態でのエンジンというのはすごく粘り強いというか、トルクフル、エンジンは一切ぐずることなく快調に回っているといった感じです。このエンジンに関してはフルモデルチェンジ後だったと思いますが、確かほぼスクエアのボアストロークからロングストロークに変更されていたかと思うのですが、この辺りの低回転域での粘り強いフィーリングというのは、そういったエンジンのボアストローク比の変更によるものも大きいのではないかと思います。ここからより上りがきつくなるのですが、スロットルをちょっと大きめに開けてみます。はい、ちょっともう一回やってみます。スクーターの特性上、スロットルを大きく開けるとエンジンの回転数だけがどんどん先に上がってしまって、速度は後からついてくるというパターンが多いのですが、このモデルの場合は先ほど言ったエンジンのキャラクターが反映されているのか、スロットルを大きく開けるとタコメーターがついているので、その針を見るとだいたい1000回転ぐらいはぐっと上がるんですけれども、そこからは徐々に回転数が上がり始めて、それにつれて速度が上がっていくという感じですので、先ほど言ったようなエンジンの回転数だけどんどん上がってしまって速度がなかなかついてこないという、そういった現象というのはこのスクーターでは相当抑制されていると思います。でここから先が本格的な上り坂となるわけですけれども、エンジンの方は相当余裕がありそうですね。先ほどからエンジンの回転数1000回転ぐらい上がって、今5000回転ぐらい、250cc の単気筒で5000回転、これがエンジンが回っていると判断するのか、それともそれほどでもないと見るのかは人によって異なるとは思いますが、エンジンのフィーリングとしては先ほど言ったようなエンジンの回転数がどんどん上がってしまうという傾向はこの状態でも抑え込まれていて、それどころかですね、エンジンのその低中回転域のトルクを生かして速度が上がっていくという感じなので、スロットル操作に対する速度の増減というのはかなりリニア、このライダーのこのスロットルの操作通りに反応しているといった感じで、この辺りの乗り味は高級感があってとても良いなと思います。またこういったスクーターだと、先ほど言ったようなエンジンのキャラクターの場合はどうもエンジンをバンバン回して、場合によってはエンジンにちょっと無理をさせながらこういった峠道を走っているという感覚に陥りやすいものですが、このモデルの場合は今も5000回転ぐらいなんですが、やはりエンジンの余裕を生かして走っているといった感じで、この辺りの乗車フィーリングというのは 250cc スクーターとしてはちょっと珍しいというか、かなり余裕を感じさせる方だと私は感じます。走行中の振動というのは極めて少なく、確かこのエンジンはバランサーを内蔵していたかと思いますが、この辺りの高級感あふれる走り、滑るように走るフィーリングというのは、そういったエンジンのバランサーの作用、振動の少なさによるものかもしれません。単気筒らしくドッドッとリアタイヤが地面を蹴るような感触というのは希薄ではあるんですけれども、私はスクーターのエンジンフィーリングとしてはこの方が多くの人にとって歓迎されるのではないかと思います。今も相変わらずエンジンの回転数は5000回転前後に張り付いたまま、
本当に滑るように走るといった感じで高級感があります。またエンジンや排気系から発せられる音というのは収録できるでしょうかね。かなり静かに消音されているといった感じなので、もしかしたら風の音にかき消されているかもしれません。ライダーの耳にはそれとなく音が聞こえてきているんですが、その音も安っぽいところがなく高級なエンジンであるなという雰囲気が漂っています。今この上り勾配でフルスロットルにしているんですが、エンジンの回転数は5000回転から、先ほど言った通り1000回転ぐらいはこうぐっと上がるんですけれども、そこから先は闇雲に回転上昇しないということで、今もエンジンの回転数は6000回転いくかいかないかのあたり、最近こういったスクーターも増えてきていますが、フォルツァといえばさすがにホンダの誇る高級スクーター、スポーティーなスクーターということで、この辺りのエンジンフィーリングは実によくできているなと思います。またスロットルの急激な操作に対しても、先ほどからコメントしている通り1000回転程度はスロットルが大きく開けられたんだなということをエンジンが感知しているということをタコメーターからも示しているわけですが、そこから先はあくまでもおっとりとエンジンの粘りとトルクを生かして加速していくという感じなので、乗っているライダーとしてはそんなに飛ばす気にもならない。もちろんフルスロットルであればそれなりに速度は上がっていくわけですけれども、あくまでもこの 250cc らしからぬこのエンジンの余裕を生かして走りたくなる、そんなフィーリングでもあります。また CVT なのでスロットルを閉じた時のエンジンのバックトルクというのはほとんど感じられなくて、あくまでもこうスーッと惰性で走っていくような感触ではあるんですけれども、それでもこのエンジンと車体の組み合わせというのは走りに重厚感があって、このバックトルク自体は薄いんですけれども、スロットルを閉じたこの惰性で走っているような時も安定感に満ち溢れていて、あくまでも穏やかに上質にジェントルに走るといった感じが本当に気持ちいいスクーターだなと思います。私も 250cc のスクーター乗るの久しぶりなんですが、こんなに気持ちが良かったっけと今ちょっと認識を新たにしているところです。あと先ほどもちょっとコメントをしましたが、このモデルというのは車体全体にはとても重厚感があって、それプラスこれはスクーターのメリットでもありますが、重量物が低い位置に集中しているので重心がものすごく低いなという感じ。これがこのようにちょっと回り込んだコーナーでも抜群の安定感をもたらしているといった感じで、改めてね、私はスクーター前から好きだと言っていますけれども、やはりこういった走行フィーリングは楽しいものでもあるし、移動の道具としても私はやはり優れているなと思います。こういったコーナーリングもエンジンのジェントルなキャラクターと安定した車体によって一切怖くないといった感じです。また低重心の車体は扱いやすく、そこそこのコーナリングであればきっかけのブレーキングなどは一切必要としないといった感じでもあります。それでは U ターンしてみます。大柄な車体ですが小回りも不得意ではないようで、ハンドルはまだフルロックに至っていなかったので、もっと小回りはできるのではないかと思います。このモデルの優れているところはその上質なエンジンプラスこの車体ではないかと私は感じています。これは大げさな話ではないのですが、ホンダに行ってこの後方車を借り受けた時に車体をサイドスタンドの停車状態から引き起こしてまたがった瞬間に、この車体はしっかりしているのではないだろうかという感触が伝わってきて、実際に走らせてみるとその予想は見事に当たったといった感じです。このモデルの資料を見てみると、スペックシート上のフレーム形式としてはアンダーボーンフレームになっているのですが、
太いメインの部材が車体の下側を通過しているので、一般的なものとは異なりますが、私は事実上のダブルクレードルフレームと言って良いのではないかと思っています。峠道のこちら側は道も荒れていてギャップも多いのですが、ギャップを拾うたびにこの車体は相当しっかりしているんだなという感触が伝わってきます。またユニットスイング式を採用しているスクーターでは重量物が車体の後部に集中している関係もあって、フロントタイヤに乗っている荷重がちょっと心もたないというか、フロントタイヤ、足回りがふわふわするという感触を得るモデルが多いわけですが、このモデルに関しては確か燃料タンクもライダーが足を置いているこのステップボード付近、そして確かこのモデルではラジエーターはその燃料タンクの前に配置されているということで、前輪にはしっとりと常に荷重が乗っているという感じで、これもですね、先ほど言った車体のしっかり感、低重心、それらと合わせて走行中の安心感につながっていると思います。このような気持ちいいコーナーでは本当にスーッと滑るように走って快適なスクーターだなという感触が伝わってきます。リアのブレーキも効きますね。もちろんロードスポーツやスーパースポーツのように効くわけではありませんけれども、スクーターのリアブレーキとしては相当フィーリングは良い方ではないかと思います。また先ほどからリアブレーキ何度か強めにかけているんですが、ロードホールディングが良いのか ABS の介入はないようです。この辺りもでもスキール音が今トンネルの中でしましたね。ちょっと意外でした。スキール音がするほどリアブレーキをかけていたという意識がなかったんで、車体としてはそれぐらい安定しているということだと思います。フロントブレーキはどうでしょうか。はい、今フロントブレーキだけを使って制動を試みているのですが、やはりリアと比べるとフロントのディスクブレーキはややソフトな効き具合に調整されているようです。もう一回やってみます。はい、先ほど言った通りスクーターというのは重量物が車体後部に集中しているので、この前後のブレーキの効き具合、バランスというのは私は適切でもあるし、これは標準的ではないかと思います。はい、かなり強く握ってもフロントブレーキだとやや制動距離が伸びるようで、この辺りはやはりリアをメイン、もしくはリアとフロントを併用しなさいよという感じになっているんだと思います。で、前後のブレーキレバーのタッチですが、これはですね、ここまで一緒なのもちょっと珍しいなと思うんですが、左右のレバーのタッチはほとんど同じです。レバーの遊びが取れてからはかなりカチッとした固めの握り応えが伝わってくるといった感じで、個人的にはこれぐらい高級感のあるスクーターであれば、もうちょっとレバーのタッチはソフトに、レバーがこう握った時にスーッと入っていくような感じでもいいのかなとは思いますが、こういったスクーターにより高級感を求める人はちょっとレバーのタッチに関しては好き嫌いが分かれるかもしれません。あと車体のホールドに関してですが、ここ最近これだけ段差が明確についているシートも珍しいなと思うぐらいで、今私はこのシートのですね、シートストッパーというか段差のところに自分の尾てい骨が当たるぐらい思いっきり腰を引いて乗っているわけですけれども、この状態で私の体格、身長179センチでこう足を伸ばそうとすると、膝はですね完全に伸ばすことは全くもって無理というぐらい。ただですね、こういった峠道の走行で車体をそのシートの段差や摩擦力を生かしてホールドするには、足が伸びきってしまうとかえってホールドが効かないので、私はこれぐらいのシートと足元の関係性でも良いのではないかと思います。このモデルは一般的なスクーターと同じくユニットスイング式を採用していて、エンジン、給排気系、駆動系、そして各種ホース類などが一切合切リアのサスペンションとして有左右差動いているわけですが、リアのバネした重量の重さによるドタバタ感というのはあまり感じなかったと思います。
若干ギャップを拾った時にですね、大きめのショックを伝えてくるところはありますが、このモデルの場合はそういったリアのバネした重量というよりは、リアのタイヤ、ホイールの径が14インチという、比較的小さなホイール径を採用しているので、ギャップを拾った時にはどうしても大きなショックを伝えざるを得ない、そういった部分に起因しているのではないかと感じました。それを除いては本当に高級感と余裕に満ち溢れた走行フィーリングで、さすがフォルタだなという感じがしました。